シャア・アズナブルの戦後史、復讐者はなぜ父の名で世界を裁こうとしたのか。序章、赤い彗星は何者だったのか。シャア・アズナブルとは宇宙世紀という時代が生んだ最も魅力的で最も危険な人物の一人である。彼は英雄だった。だが清廉な英雄ではない。彼は革命家だった。だが純粋な理想家でもない。彼は復讐者だった。だが復讐だけで終わるにはあまりにも大きすぎた。彼の人生は常に二重である。キャスバルレム大君、ジオンズム大君の維持。シャア・アズナブル、仮面をかぶりザビ家の懐へ入り込んだ。赤い彗星クワトロバジーナ。復讐を終えた後、エウーゴの一員として連邦の腐敗と戦った男、そしてネオジオン総帥シャア、父の名を背負い人類の未来を裁こうとした男。シャアの魅力は彼が完全な悪人ではないところにある。だが完全な善人でもない。彼は父の理想を知っている。スペースノイドの苦しみも知っている。地球連邦の腐敗も見抜いている。人類が地球にしがみつき同じ過ちを繰り返すことへの怒りも決して的外れではない。思想家としては筋が通っている。だが人間としては割り切れていない。ここにシャアの本質がある。彼は世界を語る、人類を語る、地球を語る、ニュータイプを語る。しかしその言葉の奥にはいつも個人的な感情が混ざっている。父を奪われた怒り、ザビ家への憎しみ、ララーを失った痛み、アムロへの執着、母性への渇望、自分を理解してほしいというどこか幼い願い。シャアは父の思想を継いだだけではない。彼は父の名を使って自分の傷と絶望を歴史に変えようとした男だった。第一章、キャスバル、父の名を奪われた少年。シャアの出発点は栄光ではない、喪失である。彼はジオンズム大君の息子、キャスバルレム大君として生まれた。ジオンズム大君はスペースノイドの自治とニュータイプの可能性を語った思想家だった。宇宙に出た人類は新しい段階へ進むのではないか。地球に縛られた古い支配構造から人は解放されるべきではないか。その思想は宇宙世紀における巨大な問いとなる。だが大君の死後、その理想はザビ家によって奪われる。ジオンの名は残った。しかしその中身は変質した。スペースノイドの解放を語ったはずの思想はジオン公国という軍事国家の正当性へ利用される。ニュータイプの可能性は先民思想や戦争の大義へと歪められる。大君の理想はザビ家の権力の中に飲み込まれていった。その時キャスバルは何を見たのか。父を失い、家を失い、名を失い、身分を隠して生き延びるしかなかった少年。ここにシャアという人物の原点がある。彼は最初から世界を変えようとした男ではない。最初は奪われた少年だった。だがその少年はただ泣き寝入りするにはあまりにも誇り高かった。父の名を奪った者たちを許さない。自分の人生を奪った者たちを許さない。大君の思想を利用したザビ家を許さない。その怒りがやがて仮面の男を生む。キャスバルはシャア・アズナブルになる。第2章、仮面の復讐者。一年戦争のシャアはピカレスクロマンの主人公そのものである。彼は名を偽る。仮面をかぶる。ジオン公国軍のエースとして名を上げる。そしてザビ家の内部へと近づいていく。表向きにはジオン軍の若き英雄。だが内側にはザビ家への復讐が燃えている。ここで重要なのはシャアが単なる劇場型の復讐者ではないことだ。彼は待てる。演じられる。相手を信用させられる。状況を利用できる。復讐のためなら友情さえ利用する。その象徴がガルマザビである。ガルマはシャアを友と信じていた。若く誇り高くザビ家の中では比較的人間味もある人物だった。だがシャアにとって彼はザビ家の一員だった。だから殺す。この冷たさがシャアの圧巻性である。彼はガルマ個人の善良さを見ないわけではない。むしろ見えていたはずだ。その上で利用し死へ追いやる坊やだからさ。この言葉は単なる嘲笑ではない。シャアの中にある被害者の論理と加害者の冷酷さが同時に顔を出した瞬間である。ザビ家が自分から奪った。だから自分もザビ家から奪う。この復讐は美しくない。だが物語としては恐ろしく魅力的だ。シャアは正義のために戦っているわけではない。ジオンのために忠誠を尽くしているわけでもない。彼は自分の復讐のために時代そのものを利用している。これが赤い彗星の始まりだった。
第3章、復讐の終わりと空白。一年戦争の終盤、シャアはザビ家への復讐を進める。ガルマは死んだ。ゴズルも戦死した。ギレンはキシリアに撃たれ、キシリアもまたシャアによって撃たれる。ザビ家の中枢は崩れ、ジオン公国は敗北する。ここで復讐者としてのシャアは一つの到達点に至る。しかし復讐は人を救わない。復讐は目的である間は生きる理由になる。だが達成した瞬間、そこに空白が生まれる。ザビ家を倒した。ではその後の自分は何者なのか。シャア・アズナブルという仮面は復讐のための名前だった。だがその奥にはキャスバルレム大君がいる。ジオンズム大君の息子、父の思想の正当な継承者になり得る男。つまり復讐が終わった時、シャアは初めて本来の問題に戻される。父の名をどうするのか、大君の思想をどう扱うのか、スペースノイドの未来に自分はどう関わるのか。ここで彼はただの復讐者ではいられなくなる。だが純粋な後継者にもなれない。なぜならシャアの中にはすでに復讐者として生きた時間が刻み込まれているからだ。父の理想を語ろうとしてもそこには自分の怒りが混ざる。人類の未来を語ろうとしてもそこには個人の喪失が混ざる。政治を語ろうとしてもそこにはシャア自身の傷が混ざる。彼は父の理想をまっすぐ受け継いだのではない。父の名を取り戻しながらその名に自分の後悔を混ぜていった。第4章、クワトロバジーナ。父の理想へ近づいた時代。グリプス戦役の時代、シャアはクワトロバジーナを名乗る。この時代のシャアは非常に興味深い。復讐者ではない。総帥でもない。ザビ家を討つための仮面の男でもない。彼はエウーゴに身を置き、ティターンズという連邦内部の怪物と戦う。一年戦争でジオンを倒したはずの連邦は勝者でありながら腐敗し、その内部からティターンズを生んだ。スペースノイドを弾圧し、地球中心主義をさらに露骨にし、戦後世界の歪みを拡大させた。この状況に対してクワトロとしてのシャアは比較的真っ当に動く。彼は連邦の腐敗を告発し、ダカールで演説する。スペースノイドの苦境を語り、地球連邦の構造的な問題を突く。この時代のシャアは最も父の思想に近い場所にいるように見える。しかしそれでも彼は完全には踏み込まない。クワトロは指導者になりきらない。エウーゴにはブレックスがいる。カミーユがいる。ブライトがいる。彼自身も重要な存在ではあるが、総帥として全てを背負っているわけではない。ここにシャアの微妙な逃げがある。彼は人々を導く力を持っている。言葉もある。血筋もある。カリスマもある。だがクワトロ時代の彼はあえて中間的な位置にいる。これは臆病というだけではない。彼は知っていたのかもしれない。自分が本当に歴史の中心に立てば父の理想だけでは済まなくなる。自分の中にある怒りや失望がその理想を汚してしまう。自分が人々を導く時、それは救済ではなく強制になるかもしれない。だから一歩引く。だが歴史は彼を逃がさない。カミーユは壊れ、エウーゴは傷つき、連邦は変わりきらない。シャアは父の理想へ近づきながら、なお世界が変わらないことを見せつけられる。そしてその失望は後の総帥シャアへとつながっていく。第5章、ハマーン・ミネバ、背負わなかった冒険。シャアを語る上でハマーン・ターンとミネバラ・オザビは避けられない。アクシズには敗者たちの記憶があった。一年戦争後、宇宙の片隅に逃れたジオン残党、ザビ家の血を引く幼いミネバ、そしてその正当性を支えようとするハマーン。ハマーンはミネバを掲げる。ザビ家の血を利用し、ネオジオンを形成し、ジオンの亡霊を政治の舞台へ引き戻す。だがシャアはその道を選ばない。ここが重要である。シャアはザビ家の正当性に乗らなかった。彼はジオン公国の復興者にはならない。ミネバを前面に立ててその後見人として振る舞うこともしない。ハマーンと共にザビ家の王権を再構築する道も選ばない。なぜか。それはシャアがザビ家を憎んでいたからだけではない。彼にとって自分の正当性はザビ家から来るものではない。むしろザビ家は父の思想を奪い歪めた存在である。シャアが最終的に立つべき場所はザビ家の後継者ではない。大君の後継者でなければならない。ここでハマーンとの対比が鮮明になる。ハマーンはザビ家の血を掲げて秩序を作ろうとした。シャアは大君の名を背負って歴史を裁こうとした。どちらもジオンの遺産を利用している。だが利用している遺産が違う。
ハマーンは王権を使った。シャアは思想を使った。そしてその思想の中に自分の至上を混ぜていく。第6章、総帥シャア、父の名による断罪。宇宙世紀93年。シャアはネオジオン総帥として歴史の中心へ戻る。この時の彼はもはやクワトロではない。復讐者シャアでもない。ザビ家の懐に入り込んだ仮面の男でもない。彼は自らの血筋と思想を前面に出す。ジオンズム大君の子としてスペースノイドの未来を語る。地球に魂を聞かれた人々を批判する。地球連邦の腐敗を断罪する。そして人類を宇宙へ上げるため地球寒冷化作戦へ向かう。ここでシャアは父の名を使って世界を裁こうとする。これは単なる復讐ではない。彼の主張には歴史的な筋がある。地球連邦は宇宙移民を管理しながらスペースノイドを対等な政治主体として扱わなかった。1年戦争後も連邦の腐敗は消えなかった。ティターンズのような怪物を生み、ジオンの亡霊を何度も呼び戻した。地球に住む特権層はなお地球にしがみつき、宇宙の人々に犠牲を押し付ける。シャアの怒りは完全な妄想ではない。彼は連邦の腐敗を見ている。スペースノイドの不満を知っている。人類が変わらないことへの失望も理解できる。シャアは間違ったことだけを言っているわけではない。むしろかなり正しいことを言いながら結論として極端な破壊へ向かう。ここがシャアの危うさである。正しい問題意識が個人的な絶望と結びついた時、思想は狂気になる。第7章、父の思想に混ざった史上。シャアは思想家として筋が通っている。だが人間として割り切れていない。この矛盾が逆襲のシャアにおいて決定的になる。彼は地球を裁く。人類を宇宙へ上げる。スペースノイドの未来を切り開く。そう語りながら最後の最後でアムロへの執着を隠せない。ガラーのことを口にする。アムロとの決着を求める。自分を理解しなかった世界への苛立ちをにじませる。ここがシャアのみみっちさであり、同時に魅力である。世界を変えようとする男があまりにも個人的な感情を捨てられない。人類の革新を語る男が一人の女の死に縛られ続ける。父の思想を背負う男がアムロという個人に執着する。歴史を動かそうとする男が自分の寂しさを処理しきれない。これは単なる弱さではない。彼は世界を巨大な構造として見る能力を持ちながら、感情の処理だけが妙に幼い。大人として指導者として総帥として振る舞えるのに、心の奥ではまだ置き去りにされた子供のような部分が残っている。だからシャアはアンバランスなのだ。巨大な理想、圧倒的な才能、高い自尊心、冷徹な戦略眼、そして消せない市場。この全てが同居している。完璧な革命家ならここまで魅力的ではない。ただの悪人ならここまで悲しくはない。ただの理想家ならここまで危険ではない。シャアは父の思想を継いだ男である。だがその思想に自分の怨念と幼さを混ぜてしまった男でもある。第8章、アムロという鏡。シャアにとってアムロ霊は単なる宿敵ではない。アムロはシャアの思想を映す鏡である。シャアは世界を語る。アムロは語らない。シャアは人類を動かそうとする。アムロは目の前の破滅を止めようとする。シャアはニュータイプを歴史の概念として扱う。アムロはニュータイプとしての痛みを個人の感覚として抱える。この対比が2人の最後の戦いを特別なものにしている。シャアはアムロに認められたかったのかもしれない。自分の怒りを、自分の失望を、自分の孤独を、自分が父の名を背負って世界を裁こうとする理由を。だがアムロはその大義を受け入れない。アムロは連邦の腐敗を知らないわけではない。人類が簡単に変わらないことを知らないわけでもない。ニュータイプの可能性が戦争に利用されてきたことも誰よりも知っている。それでもアムロはアクシズ落としを拒む。なぜならそれは人を殺すからだ。シャアは歴史を動かすために犠牲を許容する。アムロは歴史という言葉で人を殺すことを拒む。ここで2人は決定的に分かれる。シャアは父の名で世界を裁こうとした。アムロはその裁きそのものを止めようとした。第9章、圧巻か革命家か。シャア・アズナブルを一言で裁くことはできない。彼は圧巻である。名を偽り友を利用し復讐のために人を死へ追いやった。自分の目的のためなら手段を選ばない冷たさを持っている。だが彼は単なる悪党ではない。彼は革命家でもある。ス
ペースノイドの苦しみを知り、地球連邦の欺瞞を見抜き、人類の停滞に本気で苛立っていた父ジオン・ズム大君の思想を自分なりに引き受けようとした。しかし彼は純粋な革命家でもない。なぜならそこには常に市場が混ざるからだ。シャアは世界を変えたい。人類を革新させたい。父の理想を継ぎたい。だが同時に自分の傷をその理想に紛れ込ませてしまった。この混合物こそがシャアである。だからこそ彼は魅力的なのだ。清廉な理想家ではない。単純な悪役でもない。復讐者であり、思想家であり、指導者であり、孤独な子供でもある。シャアは宇宙世紀の矛盾を一人の人間の中に詰め込んだような人物だった。だからこそシャア・アズナブルは宇宙世紀で最も危険で最も魅力的な人物なのである。チャンネル登録、高評価お願いします。